皆さんこんにちは、メリーです。今日はですね、この AI に、スマホでですね、画像を読み込ませて、AI が美術統計を理解できるのかということをですね、テーマにやっていきたいと思います。どうなんでしょうね。AI というと、最近何かと話題に上がりますけれども、人の役に立ったりですね、立たなかったり、いろいろでございますけれども、今日はちょっと、刀は理解できるのかどうか、この AI の進化のほどをですね、見せていただこうと思います。よろしくお願いします。ではですね、まずじゃあ、このスマホの方に、AI チャット GPT のですね、アプリが入ってるので、そちらにですね、画像を読み込ませて、刀を理解できるのか判別した上でですね、さらに、できそうだったら、もう、鑑定とかですね、できるのかなということを試していきたいと思います。検証動画ですね。では、まず何を見せるかというと、こちらのお刀ですね。すぐ刃の湧き出しでございます。なんで、今回はスタート地点としてですね、まずこの刀身の画像を見せて、刃文が何か分かりますかということをですね、聞いて判別できるか、まずは腕試しというか、これ分かんなかったらちょっとやばいですけど、この企画自体が。ちょっと、本当のまっすぐじゃないですけどね、だいたい緩やかな、すぐ刃丁ですね。この刀の刃文は何ですかという質問でございますね。さあ、なんて回答来るでしょうか。ちょっとドキドキしますけどね。思考中。回答によっては、この企画がポシャるかもしれないんで。おちゃんとわかってそうじゃないですか。すぐはけ、特にこの画像では刃文が大きく波打ったり、具の目長寿のように丸く連続して乱れている様子はあまり見えず、刃に沿って比較的まっすぐに通っているように見えます。もう少し細かく言うなら、細すぐ刃、中すぐ刃丁で、帽子のことまで言及しますね。帽子は困る気味に狩るように見えるという印象です。ただし、この写真は光の当たり方がかなり強く、刃文の境目や匂いの働きまでは読み取りにくいという、自分の写真に対する文句まで言われてますけども。ちょっと、びっくりですね。結構わかりましたね。全然わかんないもんだと思って、ちょっとバカにしようと思ってた回だったんですけど、ちゃんとわかってるっぽいですよ。細すぐ刃っていうのは、ちょっと違いますけど、中数派ですかね。大体それぐらいですよね。ちょっと場所によって違いますけど。いいでしょう、でも。で、帽子が小丸に帰っているということまで、そんなことまでコメントしてやがりますね。でも、小丸は小丸だけど、だいぶ焼きが深いタイプではありますからね、普通の小丸とはちょっと違うのかなというところでありますけど、でも大筋では合ってますよね。すごい。ちょっとじゃあ、第2問。次の問題いってみましょうか。思ったより楽しめそうっすよ、これは。じゃあ、今度は、これですね。この刀、いってみましょう。これですね。これでございますね。ちょっとその、具の目ですよね。焼きの低い具の目で、頭が揃っているタイプの具の目の刃文でございます。これ、なんというでしょう。ちゃんと具の目というかどうか、早速、試してみましょう。さあ、この同じような画像で、この刀の刃文は何ですかと。さあ、さっきの精度だったらこれもすぐにわかるんだろうか。いいじゃないですか。この写真では具の目乱れに見えます。刃文が刃先に沿って丸い山が連続することもちゃんとわかってる。で、上下しており、すぐ刃ではなくかなりはっきりした乱れ刃です。
もう少し細かく言うなら、具の目乱れ、またはのたれ調に具の目混じりが自然だと思います？そう。のたれ調に具の目混じりは違う気がしますけど、ちょくちょくなんか補足で間違ってくるような感じがしますけどね。あんまり喋りすぎるとやっぱりボロが出てくるっていうのは、チャット GPT でも AI でも変わらないかもしれないですね。ただこの写真だけでは匂い的か匂い的か足、様子、流しなどの働きまで判断しづらいですっていう、また俺の写真に対するダメ出しをしてきてますけども。波紋の種類として答えるなら具の目乱れ系で良いと思います。合ってるじゃないですか。じゃあもうあれですね、この方の波紋がどういう風に形容していいのか分かんなかったら、もう AI に聞いた方がいいという時代になってきてるということですか。ちょっと驚きですね。そうなんだ。いや、波紋は大丈夫そうなのか、こいつは。じゃあちょっと今度はこの例ですよね。このね、鬼塚義国ですね。これが読めるかどうか、これはかなり読みやすい類なので、今までの精度からするとですね、簡単に読めそうなもんですけども、これをちょっと、わかるかどうか、また画像で送ってみてですね、試してみたいと思います。わかっちゃうのかな、じゃあこれ。わかりそうですね、この雰囲気からすると。この中語の名は何ですかと。さあ、どうだ。ちょっと怪しい言葉が出てきましたけど。おこの目は写真で見える範囲では、非全国、現代表記では、国の字が、現代の字になっているということもね、大嘘を言っておりますけども。上から順に非全国です。4文字の名を3文字だと言い張っている。やばいですね。国だけは分かったんですね。でも、よしとか分かりそうなもんだけどな。ひどいですね。大嘘をついているな、こいつは。この写真に写っているのは、国名部分だけに見えます。通常はこの後に、住忠義、正弘などの投稿名が続くことが多いですが、この画像だけで投稿名までは確認できません。という、このチャット GPT は、この鬼塚義国を非然忠義だと思っているという、めちゃくちゃな、結果が出ました。漢字は理解できないのかな、こいつは。なかなかその波紋の判別はですね、なかなかのもんでしたけども、名は全然デタラメですね。ひどいですね。しかも、ちゃんと言い切っているという自信満々に。うわぁ。まあ、ちょっと最後にオチがついてよかったですね。まだまだAI を恐るに足りんというところですけれども。なんでなんだろう。一番わかりやすそうなこの名を間違ったという、びっくりな展開でしたね。ということでですね、統計の世界はまだ人間の世界なんだなと。しばらくは、AI の脅威を恐るに足りないかもしれないですけども、ちょっとやっぱ精度は上がってきてるなっていうのは感じますよね。IT の進化の進みはすごいですからね。もしかしたらこういった日本刀の鑑定とか見分け方とかにもですね、AI が使われる日が来るかもしれませんけども、これをこの4文字の名をですね、3文字と言ってる間はまだまだ大丈夫と思いますので、まだまだ遊べそうなので、何かしらですね、他のものを見せたりなんだりして、どんだけ、実力をつけてきたかみんなで試していければと思います。それでは今日は以上でございます。ではまた。